サリューどうも。皆さん本日もお疲れ様です。今日はそんな皆さんに肉じゃがを紹介していきたいと思います。家庭料理の代名詞的存在の一つです。割と私も得意なんですよ。肉じゃが。昭和の時代には肉じゃがが得意な女子はモテるという都市伝説があったのをご存知でしょうか。もし私が昭和女子だったら大層モテたんでしょうね。はい、というわけで作り方ですね。食材は特別なものは特に何も用意しないんですけど、玉ねぎですね。ここちょっとポイントがあって、半分は薄く繊維に逆らってスライス、もう半分はくし切り、食感が残るように切り分けます。薄くスライスした方は玉ねぎの味、出汁ですよね。それを肉じゃが全体に回しやすくするためです。で、くし切りの方はお察しの通り食感のアクセント、食べ応えとしてああいった厚さにカットします。ニンニクも少し加えると全体の味のバランス良くなるんでおすすめです。調味料も特段変わったものはないですね。醤油、酒、みりん。個人的に少し甘さっていうのは抑えめにしたいので、醤油3、酒2、みりん1、砂糖も1です。先ほどカットした玉ねぎとニンニク、ボウルの中に入れて、そこに牛肉の薄切りも加えていきます。大きさが気になるようだったらハサミとかで事前にカットしておいてください。あとは合わせておいた調味料もだいたい半分ぐらい使います。これで揉み込んで牛肉の臭みを取るというか風味を上げると言いますか、そういった意味合いも込めて少しマリネします。肉じゃがの味のベースになる存在ですね。これをやっておくと仕上がりが格段に上がると今もそう思い込んでます。そこにもいろんな考え方や哲学あると思うんですけど、個人的には肉じゃがはフライパンの中で味を整えていくっていうよりも、その前の段階の下味で結構決まってくるような気がします。じゃがいもは煮崩れづらいメークインにして割と大きめにカットします。で、断面の面積を広めにとって味が染み込む範囲も広がりますから、美味しさが広がると思ってます。気持ちの問題かもしれないですけどね。人参は一回り小さいぐらいの大きさで、これも断面がちょっと広くなるような感じでカットしておきます。人参の方がやっぱちょっと火の通りっていうのが遅い気がするんで、じゃがいもと比べたら。なので人参の方は一回り小さめにしてるっていう感じです。火を入れる前に野菜自体に塩をして、フライパンでオリーブオイルをひいて表面を焼いていきます。イメージは表面を焼いて香ばしい香りをつけつつ、野菜の味っていうのを閉じ込めるような、そんなイメージです。フライパンがまだ温度が低い状態から加えて中火で焼いていれば結構いい感じに焼き色がつくと思うんで、そしたら全体にさっと合わせてくし切りにした玉ねぎも加えていきます。玉ねぎにも軽く塩はしましょう。それでさっと全体に合わせていく感じです。オイルが玉ねぎに回ってきたら OK です。残りの調味料を加えましょう。これで煮絡める感じです。まだ火は入ってないんですけど、いい感じに照りも出てきて、もうこの野菜だけでも美味しそうな感じ出てきましたよね。そしたらさっきマリネしておいた牛肉と玉ねぎ加えて、これ自体は炒めなくて大丈夫です。全体にさっと合わせて、とはいえ牛肉がフライパンの底に来ないように野菜ですね、じゃがいもと人参がクッションになるような感じで調整用の水を加えて、これでゆっくりと炊いていきます。フライパンの底に直接牛肉を当てちゃうと温度がちょっと高くて固まりやすいというか、硬くなりやすいと思うんで、ふっくら仕上げたいので、なるべく牛肉は直接フライパンの底に触れないようにします。ここからは軽く煮込んでいくので、蓋でもいいんですけど落とし蓋の方がより仕上がりがいい感じになっていくと思うんで、こういった感じで作っていきます。そんな難しくないんで、蓋
蓋しちゃうとやっぱり蒸気が逃げないんで、水分がいつまで経っても減らないんですけど、落とし蓋だといい感じに蒸気っていうのがこう逃げてって、水分が飛んで味が含まっていくので、できればこっちの方がいいんじゃないですかね。はい、というわけで弱火でだいたい20分30分ぐらいは煮ました。いい色になりましたね。人参に火が入った段階でじゃがいもとかその他の食材っていうのはもう火入ってますから、もうはっきり言って完成なんですけど、隠し味にバター 10g ぐらいちょっと忍ばせておくとコクが一気に上がりましてね、なんかちょっといつもの肉じゃがと違うわってなると思います。もうバターが溶ければ OK ですね。では盛り付けいきます。ドレッセです。仕上げにはがっつり黒胡椒振ってください。七味唐辛子とか一味がいいっていう人はここはお好みで変えてください。ちなみに白滝入れたい人は白滝加えてください。僕はねこれぐらいシンプルな方が好きなんで今回は入れませんでした。これは米が進みますね。うめえ。全然煮崩れてないし、じゃがいもがうまい。肉じゃがなんだよね。じゃがいもがうまくないと。野菜だけ先に焼いて合わせ調味料で吸わせてるから味の染み込みが早いっすね。あと玉ねぎのねこの風味が全体にすごくこう下味として効いてる気がします。玉ねぎをこうほんとだしのような役割で細く切ってるのがこれはねいいんですよ。あとニンニクね、それらをねじゃがいも全部吸ってくれてるんでこれはうめえよ。バターのコクもいいわ。これこの牛肉すらじゃがいもの引き立て役だもんな。というわけで肉じゃがでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビエント。